冒険の始まりです。今日は日本海沿いの国道231号モロロンラインを北上して石狩、増毛、留萌、苫前を通って遠別まで向かう予定です。美しい海岸線や展望台に立ち寄りながら地元の名物を味わえたらと思います。5時に起きて7時に小樽旅人の宿 B&B 一恵さんを出発。気温は15度前後。宿を出た時はちょっと寒いかなという程度でしたが、30分も走っていると耐えきれなくなってしまいました。3シーズン用のジャケットに中に薄手のジャケットやフリース、冬手袋を装着してどんどん気膨れていきました。関西を出た時は日中35度、夜も30度もありました。寒さの想像がつかなくて服の量が多いかなと思ったけど持ってきてよかったです。銭箱付近、国道5号を走っています。ちょっと渋滞していますと思ったら、事故だ。車が大破しています。事故直後なのかパトカーはまだ到着していなくて、一般の方でしょうか、警察の制服でない方が交通整理されて目の前で通行止めとなりました。見知らぬ土地、自分も気を引き締めて運転します。国道337号を進んでいます。ここでも事故です。これだけ短時間のうちに2件も事故を見ると、安全運転でなんとか無事に帰ることだけがミッションだと心に刻みます。国道337号から国道231号に乗り換えて石狩湾沿いへ進みます。カシオペアの丘に立ち寄りました。石狩湾が見渡せました。夜は電波塔と星空の撮影が綺麗らしいですね。もう少し進んで道の駅アイロード熱田で休憩します。地元のライダーさんが多数泊まっていました。近くにこんなツーリングスポットがあっていいな。昨日宿のおかみさんにこの辺りの難読地名を教わりました。この漢字は何と読むでしょう。これでなんとゴキビルです。このインパクトの強さ覚えて帰ってくださいね。この辺りはトンネルが連続します。海岸が崖で道を通すのは困難だったようですよ。奥湯の集落も1981年に国道231号が開通するまでは道がなくて船でしか来れない陸の孤島だったそうです。ワープ開始。通りがかった展望台に立ち寄りました。大湯岬展望台、駐車場からしっかりした遊歩道を登ります。まぶし注意の看板があってドキッとしました。遊歩道途中からの眺めが良かったです。展望台はガラス張りの立派なものでした。また先に進むと道の脇に滝がありました。ギンギンの滝です。涼しげですね。さらにどんどん進むこと33キロ40分、留萌の黄金岬に到着しました。天気にも恵まれ海の色がキラキラしてて絶景そのもの。景色を見ながらぼーっとしていたいのですが、留萌ではミッションが2つ。一つは留萌神社です。駐車場が分からずぐるり一周してしまいました。社務所の横が駐車場でした。留萌神社は芸能、特に音楽演奏に秀でる市来島姫をお祭りしています。参拝しましょう。神社は小高い丘にあるので留萌の街並みがよーく見えます。ミッションの2つ目は昔お世話になったライダーハウスを確認することです。つばちハウス留萌 ARF、 まだありました。今は夏だけ空いているようですね。それではバイクを走らせツーリングを再開します。苫前といえば苫前ダメやでっかいです。前よりずいぶん綺麗に
調べてみたら老朽化で一度撤去されたそうですが、21年に2代目がお目見えしたようです。さらに進んで隣の羽幌町にはポロロン町のオブジェがあります。かつて竹下内閣で全国の市町村に1億円を交付するふるさと創生事業があったのを覚えておられるでしょうか。その資金をもとに1700万円で5体製作して3体は老朽化で撤去、2体が残っているそうです。市街地の入り口に1体、市街地を抜けたところにもう1体です。お腹が空いてたまりません。ちょうど北のニシン屋さんがあったので入ってみました。ラストオーナー前に滑り込みセーフ。ウニ丼をチョイス。とろけておいしい。次に来た時はエビ丼をいただくぞ。また事故かな。道は快速路、交通量も少ないし慣れてきた頃です。やはり気を引き締めないと。さて遠別町に入りました。岐阜課と並び稲作の北限地だそうです。一旦国道232号ポロロンラインから外れて内陸に入ります。その道のどんつき3時30分遠別朝日温泉に到着。日の入りは5時半なのでまだまだですが、太陽が山間に隠れてしまったら寒くなってきました。今日は早めに到着しました。そのわけは温泉。茶褐色の朝日の湯と真っ黒の不死身の湯の2種類が楽しめます。泉質がとても良くて大満足。あまりに気持ちがいいので3回も入りましたよ。食事は併設の食堂でザンギ定食です。ジューシーでこれも美味しい。布団は敷いてくれてるし浴衣もあります。個室で設備も整っていて、これで素泊まり4200円はとってもお得です。ぜひまた来ますね。なおポロロンラインからの6キロの道はクマと鹿しか出ないので、買い物や夜間の走行は注意です。今日はポロロンラインを北上しながら美しい景色や難読地名、グルメなど北海道の魅力をたっぷり楽しみました。事故を目撃して安全運転の大切さを再確認したことも印象的でした。最後は遠別朝日温泉でリフレッシュして明日へのエネルギーをしっかりチャージ。明日はいよいよ日本最北端を目指します。額に胸を膨らませてぐっすり眠ります。おやすみなさい。それではまた次の素敵なツーリングでお会いしましょう。安全運転で。最後まで見ていただき本当にどうも